皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。暦は3月11日です。4月上旬並みの陽気が3日間続くという予報に誘われて越冬明けを決めました。昨年の越冬明けは3月24日でしたから、今年はそれよりも2週間ほど早い越冬明けとなります。今回はその越冬明け初日の様子をお伝えします。どうぞ最後までゆっくりとお楽しみください。昨年は夏から秋にかけてミツバチヘギイタダニによる甚大な被害を被りました。その結果、それまでそこそこ順調に伸びていた群数が夏以降に激減して、結局最小の群数で越冬に臨むことになってしまったのです。どうか残った群だけは無事に越冬してほしいという願いが届いたのでしょうか。ご覧のようにどうにかこうにか無事に冬を越して、こうして春を迎えることができました。ただこれは巣箱の窓を開けてそこから中を覗いて見ているところなのですが、窓から見える蜂の数が少ないのが少し心配です。30メートル離れた越冬場から養蜂場に巣箱を運ぶときには巣箱の巣門を閉めていました。今越冬場に巣箱を置いたので改めて巣門を開けます。昨年はこうやって養蜂場で巣門を開けたときには中から勢いよく蜂があふれ出てきました。しかし今年はどうも勝手が違うようです。巣門を開けても中から蜂が出てくる気配はありません。そこで次に巣箱の蓋を開けてみます。つまり早速今年最初の内見を行います。ここに至ってようやく蜂の群れが元気に生きていることを確認することができました。やれやれ一安心といったところです。ただどうやら昨年の秋までに巣の中に溜まっていた蜜は冬の間にほぼすべて使ってしまったようです。巣の中に蜜はもはやほとんど残っていません。そこで給仕を行います。蜂に餌を与えます。最初は蜂蜜を溶かしたものを霧吹きを使って巣板に吹きかけます。なお、この時の時刻は10時半です。天気はよく晴れています。最寄りのアメダス観測所のデータによると、この日の最高気温は7度ということでした。しかし、巣箱の上に置いてある温度計は、この時すでに19度近くを示していました。餌をあげている最中に女王蜂の存在を確認することもできました。お腹がもう膨らんでいるように見えます。早くも卵巣が発達してきているのでしょうか。この時点で一旦巣箱に蓋をかぶせます。巣門付近の様子を見てみると、蜂の出入りが始まりました。さて、先ほど申し上げましたように、昨年この養蜂場では非常に深刻なミツバチヘギイタダニの被害に見舞われました。その中で多くのコロニーが滅んでいったわけですけれども、この群はなんとか生き延びて、そしてこうやって翌年、つまり今年の春を迎えることができたわけです。ではそれは一体どうしてなのでしょうか。この群の蜂には他の群の蜂とは異なる何らかの特徴、優れた点があるのでしょうか。この点で実は昨年から気になっておりましたのは、この群の蜂が非常に熱心にグルーミング、つまり水黒いを行っていたということです。そして熱心なグルーミング活動は冬を越した後でも健在でした。今お見せしているのがそのグルーミングの様子なんですけれども、中枝、つまり真ん中の2本の足と後枝、
つまり後ろの2本の足とを腹部と胸部にこすりつけながら体についている汚れをきれいに落としています。時折前肢、つまり前足も使って頭部の触覚や復顔、さらに下の掃除も行っています。またある足を別の足にこすりつけながら足の掃除も行っています。でさらに足を腹部にこすりつけるときに腹部も同時に動かして、つまりお腹と足を連動させながら効果的に汚れを落としてもいます。こうしたグルーミングがどうしてダニ対策として有効であるのかというと、ミツバチヘギイタダニは腹部のお腹の方、つまり下の方に好んで取り付くので、グルーミングが行われるとダニは足で払い落とされてしまうからです。なお、ニホンミツバチは西洋ミツバチよりもミツバチヘギイタダニに対する強い抵抗力を持っていると言われます。そしてニホンミツバチがダニに対して耐性があるのは、ニホンミツバチはグルーミングが非常に得意だからだというふうにも言われています。それに対して西洋ミツバチはグルーミングがあまり得意ではないのでダニに弱いとも言われています。しかし、西洋ミツバチにも、コロニーによっては今見ているように盛んにグルーミングを行うコロニーがあります。そしてそうしたグルーミングの好きなコロニーは西洋ミツバチといえどもミツバチヘギイタダニに対する抵抗力を持っているのではないかと思うわけです。こうしたコロニーの習性はおそらくは世代から世代へと代々遺伝していくものなのでしょう。つまりミツバチの場合は女王バチからその娘の女王バチへとこのグルーミングの DNA が伝えられていくものなのでしょう。ですから、こうしたダニ対策としては極めて貴重な遺伝子は大事に守り育てていきたいものです。ダニ対策としてはいくつかの科学的物理的な防除法が考え出されてきているようですが、人間が考える方法は遅かれ早かれダニの方に抵抗力が備わってきてしまいます。そう考えますとミツバチの習慣によってダニを退治してもらうというのが一番ではないかと思うわけです。さて、そうこうしているうちにお昼時になりました。巣門を通過する蜂の数が増えてきて、巣門付近がだいぶ賑やかになってきました。巣箱の上に置いてある温度計を見てみると21度にまで気温が上がっています。とはいえ3月中旬のこの地方には蜜源になるような植物はまだ全くありませんから、蜂さんたちは蜜を集めるために外に出ているわけではありません。糞をしたり新しい巣箱の位置を確認して記憶するために巣の外に出ているのでしょう。暖かくなった頃合いを見計らって、ここで再び巣箱を開けて巣箱の底に溜まっているしばちの亡骸を取り除いて巣箱を掃除してあげます。でなお一般に冬蜂には越冬を行うために数ヶ月間もの長い寿命が与えられていると言われます。もちろんそうやって長生きする蜂がいるからこそ、こうやってコロニーは冬を越すことができたのですが、しかしそのためには北海道の寒い冬の間に全力で熱を出して巣の中を自らの体温で温めて、そうであるがゆえに、途中で力尽きて死んでいってしまう多くの蜂たちがいるわけです。彼女たちは言うならば身を賭して
コロニーを守った蜂たちです。彼女たちの文字通りの献身的な努力がなければ、このコロニーは春を迎えることはできませんでした。こうやっておよそ半数の蜂の命が冬期間に燃え尽きていきました。はい、今回は越冬明け当日の様子をお伝えしました。いかがでしたでしょうか。登録、高評価で応援していただけますと大変に励みになりますので、よろしかったらお願いいたします。それではここで失礼させていただきます。最後までご覧いただきありがとうございました。次回またお会いする時までごきげんよう。さようなら。